皆さん、こんにちは。スティーブテキ視点のあっちゃんです。今日もまた、ね、FC プロジェクトの日ですね。早く勉強終わって、今からやるのは、組み立てることですね。で、今やってるのは、ブレーキのマスターシリンダーを今、何って言うっけ、これ。これをね、ブリーディング。ベンチブリードと言いますね。ベンチブリーディングって日本語でも言うのかな？同じなのかな？おそらく。車につけたままできないから、こうやってクランプを使って、こうやって空気を取らないとダメですね。このマスターシリンダーから。で、車から取った方が簡単って言われてるから、今これやってます。で、これもよくできたら、後でクラッチのマスターもこういう風にやらないとダメだと思います、ね、それは車ではやることは可能だと思うのよ。クラッチはほらまっすぐ下に行くから、これはほら空気がここにあって、またラインが長いから余計に多分これは先にベンチでやった方がいいんじゃないかということで初めてやってるけどね。で、こうやってこういうのね、こういうのをこの中にこうやって入れてね。で、こうはね、こうとこうを。でも下はもう一個の穴、これ水が開いてるんだよね。で、これは穴が、一応塞ぐように、止まってるように、何も出ないように。で、これをこうやって中に入れて、で、こうやってホースが取れないように、こういうクリップみたいなやつが。じゃあこれはフルードの中に入れて、で、次にやるのは、ドライバーでもいいんだけど、こっちの方が多分優しいと思うので、こっちのブレーキのこのシリンダーにこう押したり、ほら。で、これを空気がもう出てこないときに終わってますという意味ですね。まだいっぱい空気入ってます。ブレーキに空気欲しくないから。で、ホースのいらないな。もうほとんど空気がなくなってるんだけど、まだこういうちっちゃい空気穴が少しまだあるよね。まだあるから、もうちょっとやらないと。でもなくなってきたんだよね。あっちの方が、前の方がもうないな。もうこれもうない。ここももうすぐない。もうちょっとだね。今全部空気取れました、中から。で、次にやるのはこれを取ってね。で、もう一回プラスチックを。そうだね。こぼしちゃったんだよね。で、この後は普通にブレーキのブリーディングをすればマスターところで見せたっけ、あっちゃん。パワーブースターをこの間入れた、リベルトしたやつ。まだ見せてないね。でも、こういうところ、クラッチマスターも転記したもんね。こういうホースも全部転記してもう一回戻しました。いいね。かっけー。じゃあこれつけましょう。今入れましたね。で、次にはせっかくそれ入れたからブレーキをブリーディングしますね。あっちゃん、なんとなくブリーディングにそんなに詳しくないんだけど、多分後ろから一番遠いところから先にやった方がいいんじゃないかの焼きがするので、そうしようか。あっちの後ろからやりましょう。今日いっぱいやることあるよ。先に、この中にもこの前のこれもつけないとダメですね。このウィンシールドの前につけるやつ。それにもう一回前のバンパーもつけないとダメです。で、もう一回ミッションも入れないとダメだし、マフラーシールド、こっちですね、もう入れないとダメだし、ミッションのシールドも入れないとダメだし、ガソリンタンクも今日入れますね。で、この前にゴールド塗ったタンクを持ち上げるやつも入れないとダメですね。で、
今日の一番大事なやつはここにあるテールランプですね。これはクリスさんからもらって今日やっと入れたいと思います。それでラジエーターも入れないとダメですね。で、今日結構忙しいね。それで最後にオイルクーラー、最後って言ってもまだ多分あるんだけど、一応オイルクーラーも入れたいと思います。次にやるのは一番遠いところから始まりますね。これ左ハンドルの車ながら後ろの右側から始まります。で、それで反対側で前の右で左側ですね。では始めよう。こうシート入れてからこうどんな感じなのかって、今クッションなしの状態でしょ。でもクッションなしでは絶対ケツが痛くなるっていうことなので、このままでは乗れないですよ。だから言ったじゃん。特別にだからカスタム作るってだよね。じゃあ座ってみ。今の状態はどんなのか。もう1ヶ月前の話なんだけど、でもまだ見せてないでしょ、誰にも。おー、全然いいよね。これだったら190センチでもこうだったらまだそこまで良くないんだけど、まあでも見えるでしょ、普通に。じゃあブレイクブリードしましょ見てみて、これすごい今いい感じに硬くなりましたね。いやー、だんだんいい車になってきたね。いいね。う。パパまだ座ってないよね、中に。絶対クッションが必要じゃない？大丈夫。必要かもね。クッションが必要じゃない。あ、でもまあ今ただのちょうどいいぐらいなんじゃないの？いいんじゃないこれは。ブレーキはすごいいい感じじすゃない？ごいいい感じだよね。すごいいい感じ、これは。いいね。でもこれ俺運転できる。でこれちょっとスライドするでしょ。やってみて。すごい、あっちゃんの DIY は。早く運転したいな。ね、もうすぐ。運転したいな。ブレーキがあるんだけど、あとエンジンがあればもうどんどん近づいてきたね。ね。RX-7 FC イニシャル D 仕様。何より重要なのは多分テールランプだよね。テールライトなんで、やっとバンパーが、とりあえず仮なんだけどバンパーがいい感じについたのと、クリスからもらったね、ナンヨーバープレートロッパ車ヨーロッパの仕様のやつはかっけえな。かっこいいよ。止めておこう。テールランプつけたらどんだけ変わるのかめっちゃ楽しみだね。よし、かっけー。いいねー。トラブル？そうですね。解決しないといけないトラブルがやっぱり DIY の時必ずあるんだよね。なんでしょう、あっちゃん。今ちょっと JB ウェルドをここに今壊れてるやつをちょっとね、もう一回 JB ウェルドそのスタートを取ってね、ウェルドで使って、はい、どうぞ。次にこうやっていいね入れます。ー。いいねで、見て、ここを止めるとちょっと隙間があるよね。だけどグッとこれを止めれば取れます。ー。いいねー。めちゃくちゃもうイメージが変わったな。イメチェだよ、イメチェン。いや。お、いい感じに入ってる。おほほほほほ。かけー。だろ。じゃあまだね、取り付けが終わったらまだ見ないで、反対向きにしてちょっとサニートラの方まで歩いて、で U ターンしたらアレックスのそのリアクション反応を見てみたいと思います。見ないで。はい、あっちに行ってください。ちょっと待って、みんなに先に見せるからちょっと待って。おほほほほほ。はい、あっちゃん。想像通りのものになった？いいね。ナイスでしょ？いいね。ナイスだよね。おお、めちゃくちゃかっこいいよ。クールだよ。これにカリフォルニアの黒いナンバーがついたらめっちゃいいね。かっけー。FC になってきたって感じだな。
今またここにあるブレーキベントをもう一回こういう感じにもう一回入れました。で反対側もちょっと今直しました。でも一つこの前バンパーつけた時に気づいたのは、バンパーがここにぶつかりますね。もっとその真ん中の口がでかいから、バンパーのここをちょっと切らないとダメですね。でその間に多分こういうところをなんか JB ウェルドとかで直せばいいと思います。今こっち側にちょっとこの穴を開けたらバンパーが今いい感じに入りました。で次こっち側もやらないとダメですね。今ここの真ん中のとこ今パパが直してくれて、鉄をこうやってネジで留めて、これ結構強くなったね。割れてたもんな。割れててダメだったんで、多分これも昔これになんかつながってたような感じなんだけど、まあしょうがないんで、でもさっきより全然いいと思う。これバンパーの下の方がこうガタガタしないようにっていうためのものなのかな、だと思うね。なんでサムズアップ？なんでサムズアップ？おー、かっけー。RX7 ですね。どんどん車らしくなってきた RX7。しかし、今、アレックスの口でしかできない音があるんだよね。なんだったっけ？俺上手じゃない。誰が上手？じゃあ、この音でしょ？そうだね。最近覚えたの音が欲しいよね。なので明日からこの車をロータリーライアンのところに持ってくことになってるので、エンジンはもうすぐだね。あちゃんもうすぐドキドキワクワクしてきたんだよね。すごい楽しみにしてます。めちゃくちゃ楽しみですね。じゃあトレーラーに乗せようかね。明日でパーツもたくさん持っていかなきゃいけないし、ある程度この中は綺麗になってきたんで、こうそういう入れやすい状態で、持っていきたいなと思うので、しかし超車庫端じゃない。あっちゃんね。いつも大変お世話になっているこのスロープと言います。日本語なんでね、レースランプがを使っていけばスムーズに入るのかなかな。頑張りましょう。いよいよラインのところへ出発だね。トレーラーに乗せてこれからラインのところに出発。それでやっとエンジンを入れることだな。もうドキドキしてきたんだよね。来週中にやっとまたエンジンがかかる。15年ぶりのこのマツダにエンジンまたあることは楽しいですね。じゃあ行きましょう。